So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. はい、おはようございます。時丸です。今日は視聴者さんから、なぜこのような生活をされているのか気になりますという、コメントをいただいたので、いよいよ話す時が来たようです。今日は、なぜ僕がこの小屋暮らしをしているかについて、話していきたいと思います。その前にコーヒー入れさせてください。ネスカフェが切れたので、この UCC のコーヒーを試してみます。美味しい。ネスカフェよりうまいかもしれない。こっちの方が酸味がある感じです。で、この小屋に越してきた経緯なんですけど、そもそもミニマリズムっていう、考え方が、ミニマリストっていう感じでやってて、生活をしてて、僕の近しい友達なんかはもう知ってると思うんですけど、もう結構長いんですよ。2012とか13年ぐらいだったかな。その頃にいろいろ撮影の仕事とかしてて、結構人生に疲れてた、いつもなんか人生に疲れてるんですけど、それで、たまたま本屋に行って本に出会ったんですね、一冊。でそれはアメリカ人のジョシュア・フィールズ・ミルバーンっていう人とライアン・ニコデマスっていう人が書いてる本なんですけど、ミニマリストっていうユニットを彼がやってるんですね。なぜかユニットなんですけど、アメリカ人で、ちょっと多分向こうではコメディアン的なもう扱いで活動している2人組なんですけど、でその本に出会って、でそれがなんかこうピンときたというか、でパッキングパーティーっていうやり方を書いていて、とりあえず部屋にある荷物を全て引っ越しをするつもりだと思って全部段ボールとかに詰める、パッキングするんですよね。で家具とかも全部ブルーシートで覆って使えない状態にする。でそこから1週間暮らしてみるっていう、そのミニマリストになるためのテストみたいなのがその本の中に書いてた。で実際1週間その生活してみて、自分もそのままやってみたんですけど、使うものって本当にそんななくて、歯ブラシとか、朝起きて歯磨いてみたいな、で服着替えて仕事に出て帰ってきて、なんか調理道具でご飯作って食べるみたいな。でなんか生きるために実際そんなもの必要ないなと思って、でどんどん減らし始めたのが最初のきっかけですね。でそれからなんかそのこんまりとか、やっぱりあと佐々木さんとかですね、ミニマリストみたいなものが、そのビジネス的ミニマリストみたいなものが、多分彼ら最初の人たちは本気なんですけど、その後こう続々となんか出ましたよね。ミニマリストなんとかみたいな人たちで、そういう人たちが出る間柄も僕はもうずっと前やってて、その彼らがどうこうっていうわけじゃないんですけど、でなんか日本のミニマリズムっていうのはどちらかというとその節約がベースなんですよ。支出を減らすために、お金を使わないために質素な生活を送ろうみたいな考え方なんですけど、その2人ライアンとジョシュアのミニマリズムっていうのは、カリフォルニア的な考え方で、ああいうこうテック企業のカリフォルニアの人たちって西海岸から出てきたものなんです、そもそも。で、年収が大体1000万とか2000万とかバリバリ稼いでるような人たちが人生に疲れて、でそれはなぜかというと1500万を稼いで、毎月1500万使っちゃうみたいな。で大きな家に住んで、毎月すごい美味しいものを食べて、で自動車とか、高級車乗り回してみたいな。結局だから稼げば稼ぐほど
使う分が出てくるんですよね。でそれに疲弊して、起きたムーブメントなんですね、アメリカで。それがミニマリズムのムーブメントなんですけど、それがちょっと日本だとちょっと違う捉え方をされてて、でやっぱり節約質素みたいな感じにいって、そちらも確かにその節約の効果はすごくあるんですけど、だから僕はどちらかというと入り方がその2人のアメリカ的な考え方だったんで、やっぱりいかに時間を作るかみたいなところが最初のきっかけになってるっていう感じですね。ちょっとあまりうまく喋れてないですけど、ででだんだんだからもう10年近く、そういうものが少ないもので暮らしてるっていう感じをやってました。でいろいろ引っ越してきてて、もうずっと最近は渋谷にいるんですけど、前の家とかもここに出せれば出したいんですけど、もう本当に何もない部屋で暮らしてた感じです。でだからずっとそういう生活をしてるって感じですね。でやっぱり長くいろんなとこに暮らしてると飽きるじゃないですか。で一昨年ぐらいかな、ちょうどコロナ禍になって、でコロナになった時ロックダウンで逆に僕はずっと旅に出てたんですけど、みんながステイホームの時に旅に出て、今だんだん復活してきてるじゃないですか。復活してて逆に小屋に引きこもるみたいな、そういう逆張りをやってる感じは今ありますね。でちょっと話それましたけど、とにかくそうですね、前の家がもうそんな感じでもう少ないもので暮らしてたと。渋谷にずっといるんですけど、まずその最初に出会いがそのライアンとジョシュアの本「ミニマリスト」っていう本ですよね。でその後に昔一回昔読んでたんですけど、ウォールデンの森の生活、ヘンリー・デイビッド・ソローの森の生活ありますよね。あれも割と有名なクラシックな本なんですけど、あれを改めて大人になってっていうか最近になってまた読み直したら結構またピンときたんですよね。でソロもですね、すごくコンパクトな部屋に住んでて、でそれがたまたま僕が前住んでた家の間取りとすごく似てたんですよ。ソロが住んでた小屋がベッドがあって机と椅子しかないんですね、ソロの小屋は。でこれもうヘンリー・デイビッド・ソローだなみたいなをやってんだなっていうのが降りてきて、でしかもそれをあれって確か1800年代に書かれた本なんですけど、それを2020年代の東京でやってるっていうのが面白いな、面白いなっていうか、これそのまま面白い方向に行った方がいいんじゃないかみたいなことで、そういう気持ち、エンターテイナーとしての気持ちみたいなのが出てきてるんですよね、最近ね。でそれでよくある話でクォーターライフクライシスっていう話があって、これも僕最近最近っていうかここ最近読んだ話なんですけど、やっぱ35、6とかですね、僕がちょうどその年なんですけどになると、クォーターライフっていうことで、もう人生4分の1、3分の1終わって、もう飽きてくると、とにかくいろんなことに嫌気がさして人生がつまらなくなってくると。大体多くの人は、ね、結婚して家庭持ったりして、で家買ったりして、で定年まで勤めるために面白くないような仕事をずっと続けてるみたいな、そういう生活をしていく、食うために稼ぐみたいなことを多分やっていくわけですけど、それでその中でやっぱみんな鬱になっていってるっていう話があるみたいです。だから現代の病的なものですよね、クォーターライフクライシスっていう、ちょうどそういう無気力な期間が来るのが40手前の、特に男性、性別はあんま関係ないかもしれないですけど、でそういうだから面白くないなみたいなのがあって、じゃあもうちょっと小屋にでも暮らしてみるかっていう感じで、で来ました。ちょっと長くなりましたけど、一応そういう理由ですね。でたまたまそういう、賃貸なんですけどとこが見つかって、でいざ入ってみて、
で実際これ小屋があって前の動画で上げてるんですけど、別館って言ってたとこが一応こう居住スペースになってるんですね、本当は。で僕来て2週間ぐらいで本当にそのガスと電気がちょっとトラブルがあって契約できなかったんですよ。これちょっと話すと長くなるんで、とりあえず管理会社とか、そういう不動産的なトラブルでもう最初はだから本当にガスと電気がなかった状態でここに入ってきた感じです。なので今まで上げてきた動画撮ってきたんですけど、なので本当にここでキャンプ生活をそれくらいしてた状況ですね。でだから今はようやくライフラインがつながって、で向こうの別館の方にお風呂あって、で電気も通ってるので冷暖房も使えるようになってます。でもなんかこの結構居心地がいいっていうか、やっぱセパレートされてて静かで結構、なんかこう自分だけの部屋みたいな雰囲気がこう出てきてるんですよね。でなんかだんだんこう愛着が湧いてきてるっていうか、小屋って言ってるんですけど稲葉物置なんですけどね、だからこう稲葉物置のスペース、結構でも暮らせるなっていう感じは本当にしますね。だからそういう経緯で、そういう経緯で、小屋暮らしをしている感じです。ちょっと他にもいろいろ喋りたいことあったんですけど、そんくらいかな。なんか他にもいろいろ喋りたいことはあったんですけど、大体そういう感じ。これまで、ミニマルな生活をしてきて、それをこうもうちょっとエンターテインさせるためにやってるって感じですね。ただこれからの、流れとしては多分モノマリストになっていくと思います。このチャンネルが結構散漫としてると思うんですけど、もうなんかでも記録みたいなものですね。日記みたいなものかなって言って、昨日関西の方に住んでる僕がいつもインスピレーションもらってる方とお話ししてたんですけど、やっぱり去年ずっと日記を書いてきたんですよ。でその日記の動画もあるのでちょっと概要欄貼っておくんですけど、で本を出版して、でなんか文章をずっと書いてて、それから解放された感じがしていて、でその反動として今度は、映像で日記をやってるみたいな感じ、映像で日記をやってるような感じですね。だからやってることとしては結局同じような日々のドキュメントってことになるとは思うんですけど、その中で、僕のその、生活を見せながら、かつなんかみんなのこう見てる人のちょっとためになったりとか、ちょっと笑ってもらえるようなコンテンツ作っていければいいかなと思ってるので、ちょっと写真に興味がある人とか、あとミニマリズムに興味がある人とか、あと山とかキャンプとかそういうのアウトドアが好きな人とか、なんかあとコーヒー好きな人とか、コーヒーネスカフェしか飲まないですけど、なんか見ていただけると嬉しいです。でコメントもいろいろいただいてるので、皆さん心配してくれて、暑さ夏はやばいとか、本当 TikTok の方でもいろいろすごいコメントをくださって、ありがとうございます。とにかく私は無事ですので、また別館の方の紹介動画をちょっと上げていければと思います。でこれから多分モノマリストになっていくと思いますね。この小屋自体はこれで完結してるので、もうどうしようもないっていうか、自分の持ち物はもう本当に少ないので、これからちょっといろいろここだからこそ買えるものみたいなものをいろいろこう増やして、モノマリストになっていく過程をご覧いただけるのかなと思いますね。なのでまたよかったら遊びに来てください。今日は以上です。チャオチャオ。Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow.